はようございます。トレーニングへようこそ。この最初のビデオでは、書寿司の出養長命について基本的なことを説明します。まず2つの性について見て学んでいきましょう。まず、書寿司養長命等の進化の概要を説明し、書寿司養長命等の包括的な定義を提示していきます。まず、医療機器の発展の歴史を見ていきましょう。製品の変化について歴史を学ぶことで製品の進化への理解を深めることができます。近現在、光を提供する麻生糖は書寿司にとって重要な役割を担っております。微切な照明は手術において最も重要な要素の一つになります。歴史的な背景を考えてみても、特に医療現場では常に光の役割を大切にしてきたことが明らかです。すべての死後は正しい証明がなければ、指示等を完了することは不可能とも言えます。我々に生活の中心と基本であるように、手術現場においても同じことが言えます。手術における光の重要性を理解するために、この製品の進化の歴史をたどる必要があります。胸等の進化をなることは一つの道ではありますが、それはランプそのものの変化に限定されるものではなく、過去150年間以上をかけて進歩した医学、社会、建築の革新の歴史にも注目をする必要があります。その歴史について述べる前に少し分析をさせていただきたいと思います。英語で胸糸をシアリティックと呼ぶことから、この単語の意味について予言的な分析をしたいと思います。しかし、シアリティック・サージカル・ランプとは何を意味するのでしょうか。言葉の意味から学んでいきます。シアリティックとは不可用でありますが、特に2つの単語からなる複合語です。その単語とはスキアとリティコスで、スキアはギリシャ語でマサナ、リティコスは妖怪するとそれぞれ意味します。この2つの単語を組み合わせた単語がシャリティックとなり、気を妖怪する能力を意味することがわかります。この2つの単語の結合からシャリティック・無影響という単語の意味が理解できます。そして実際20世紀初頭に初めてシャリティック・無影響という用語が辞書に掲載されました。しかしながら、シャリティック・無用等という言葉とランプが最終的に結びついたのは1950年代のことでした。フランスの BBT 社が新製品シャリティックの名称をシャリティックという用語とランプに関連付けて商標登録したとき、シャリティックという用語と外貨用ランプの関連性の始まりとなりました。それ以来、無系統は英語でシャリティックランプと呼ばれるようになりました。無影響の言葉の意味を理解することは、無影響という製品の機能をより理解するために必要です。しかし、それだけでは十分でなく、他の側面についても注目することも必要です。そして、このビデオの冒頭で予想したように、主筋で必要不可免な製品となった無影響のいくつかの側面を詳しく見ていくことにします。それでは、この理を始めるにあたり、初期近代外科医が手術を行っていた状況を定義することから始めましょう。初期近代外科手術はルネサンス期の解剖学から始まり、ガリレオ・ガリレイがパドバで手術をしたこともよく知られています。教授や意識が一体を解剖する手術を一般的に死体解剖と呼びますが、死体死亡若手学生の大館中の前で行われていました。しかし数年後には、これらの環境で行われる活動は解剖だけに限定されるものではなくなりました。というのも19世紀には同様に大衆の前で行われた手術に関する複数の当時の記録が残っています。中で最も多いのは切断数であり、次に地区手術でした。この2つは長い間唯一の治療法であり、医療の発展によって解明された治療方法が広がるまで長時間かかりましたが、ルイ・パスツールによる細菌核やテリアによるハゲ生理解の進歩、ゲングニ・リスターによる消毒の発明によって外科的種族の数字範囲が徐々に広がりました。そしてそれらの研究とさまざまな攻撃は医療分野における新たな可能性への道を開きました。作業を適切に行うことが可能になったことにより、腹部や胸部の手術が可能になり、
ユマの出居や子供の異常の修正も可能になりました。すなわち出生件数増加にもつながったことになります。また社訓や無訓という考え方が広まりました。時代とともに修数死に対する基準も変化しました。例えば以前は血のついた手術茶を切ることが経験の象徴とされていたため、他の患者の手術で汚れた手術着を着用してオペが行われていました。しかし近では未成の観点から全く容認できません。これは徐々に世界的にも一般的になり、以前のようなやり方は全く通用しなくなりました。手術では滅菌処理が非常に重要であり、器具の滅菌はより重要性を増します。文献でも臨床でも予防がより重要であると考えられています。この変化とは新たな日々の組み合わせにより、手術流儀という手術環境に関する新たな概念、新しいアイデアが生まれました。手術という概念は手術師という概念と密接に関連しています。チリでは1880年外科医のエドモン・デ・ロムがバルドグレスにある訓学校の近くにあったパリ訓病院にて最初の手術式を開発しましたが、この時期には医療の進歩により手術師の標準使用が定義されるようになり、手術器具の革命的な進歩が起こり、手術師の見直しに加えて身体に生じたニーズへの対応も行われました。また手術師専用の機器が開発されました。手術台は近代化され、オートクレブと正規滅菌機が登場。そして器具は小圧紙ではなく、特にスチールの金属紙になりました。このように独自のルールややり方を持つ手順の誕生となりました。また手術用に確保すべきスペースのサイズは縮小し変化をしました。現世の手術時の場合は背筋の中央に大きな天井があり、そこから光が供給されておりましたが、新しいコンセプトのもとに誕生した手術時の主言によって照明器具も必要となりました。その照明器具は十分に作業を照らすことがとても重要でありました。医療が苦心を遂げていたこの数年間、もう一つの苦心として照明の世界に苦迷をもたらしたのが電気でした。その可能性は非常に大きく、しかしそれは外郭的な状況に特別に支配させる必要があった。つまり新しいコンセプトの手術師では明るい光が必要不可欠であり、現に必要に応じて向きを変えることができ、利値を最小限に抑えることができる製品が必要でした。そのような特徴を持つ手術用照明器を最初に開発したのはルイ・ベラン教授です。君が考えた画期的なアイデアは手術紙を巨大なドム層にし、その内部にさまざまな光源を突き詰め、その光源を部屋の中央の手術部位に照射するというものでした。美の設計では無電磁の前面に多数のランプが配置され、手術の種類や要件に応じて、また指導医と手術の位置に応じて照明の点灯口頭を操作時のオペレーターが担当する仕様になっていました。手術業の外にあるコンソールでオペレーターは手術に必要な照明を確保するために必要なランプのオンオフ操作を行うことができました。1919年、アルジェノ大学病院であらゆる目的で利用可能な電気の供給を活用し、最初のオペ使用ランプを開発しました。この発見により、手術時を人工的に照らすという可能性が初めて提供された。この発明のおかげで手術はいつでも行えるようになり、天候に左右されることもなく、もちろん終盤の時間帯に限定されることもなくなりました。ウェルナンは光を放つアチ製の天井を設計し、最初の外貨用ランプをデザインしましたが、この外貨用ランプのプロジェクトが最終的に工業化されるまでには、私のフランス企業 BBT との結業が必要でした。ビラは直径2メートル以上の巨大なドームを設計しました。このドームは中心周で天井に固定され、手術紙のランプとフィルードを浮いているガラスガレによってレールをスライドしながら移動するものでした。
つまり1999年に導入された照明付き天井は、周数や周数時のための初めての適切な電気照明システムでしたが、フランス企業 BBT がベレイン教授と共通開発した新しいシステムでは、セスー市の建築とは別の要素としてランプが誕生しました。この状況で使用されたランプは、ランプと周数踏みの台の舞台の周囲を台布に留めていました。ベランは中央の電球からの光線が、それを津で無正面し上げの原生の台に反射されてから、小数段に届くように巧妙に設計していました。しかし、この解決策は多くの利点を提供することに成功したものの、非常に高価で導入が困難でした。また、既存の病院に導入することもほとんど不可能でした。この中の製品を設置できるように、ピオニャを再編成することは不可能でした。ただそのアイデアは独創的で、これはまさに宗教を蹴らすために必要なランプでした。しかし、反射系のサイズに変わるものを見つけなければならず、何よりも中央の天井の固定部分に別の解決策が必要でした。必要なのは移動可能なランプ、つまり病院内の壁やを移動できるランプであり、複数の医療従事者が複数の主数や和となる主則で使用できるランプでした。そのため別の解決策を見つける必要がありました。だが解決策になるか、答えはすぐに出ました。変射板を天井に固定する代わりに、反射板のサイズを縮小し、可動式スタンドの上に反射板を設置しました。こうしてシアリティックビドエイトが誕生し、これが最初の適切な主数用ランプムエトでした。これまでの過信と同様に、この発見の攻撃は、ルイス・ベレイン教授とフランス企業 BBT との共通作業によるものです。こうしてついに1960年、周数用ランプは世界中の病院の周数市にある医療機器となった。この瞬間から無ゲートは手術師の証明として経年変化を一切加えることなく、水量のソリューションとして確立されました。近後、従来のハロゲン電球から LED ソリューションへの移行が進むでしょう。この特定のトピックについては別の関連動画を参照してください。近回のビデオでは、外科収束の進化と不調を合わせるように、一歩進んできた医療用照明の開発について取り上げてきました。年月が経つにつれ、外科の専門分野が細分化されるにつれ、適切な照明の必要性も高まっていきました。19世紀の無影灯は大きな天井からの自然光があれば十分でした。その後、部訓環境の重要性が理解されると、テス氏は縮小され、より専門化されることで、より深い手術が可能になりました。同時時期に点灯の登場が大きな変化をもたらし、テス氏に専用の照明システムを導入することが以前にもまぐして必要になっていました。この分野に革命をもたらしたのはベランでした。まず彼のライトボルト張り立ちを後に外科用ランプを発明した。この時から後者は主数子の照明として絶対的な最善のソリューションであることが証明され、現在でもその役割を果たしています。では次のビデオでお会いできるのを楽しみにしています。良い一日を。